どうも、きみまろです。今日はコスパ最強のロボット掃除機を紹介します。それがこちらのアンカーのユーフィーロボバッグ 11S というものなんですけども、うちでは少し前までは iLife の A4S というのをね使っていたんですが、ルームツアーの動画でもちょこっと出てきたりしたんですけど、僕の不注意で故障させてしまいまして、それで買い替えたのがこちらのアンカーのユーフィー 11S という機種です。 Amazon で 18,800 円とかで購入できたんですけども、今までね使っていたロボット掃除機より安いのに性能もめちゃめちゃ良かったです。で、非常にねコスパがいいロボット掃除機だと思うので、まだロボット掃除機を使ってないけども使ってみたいなっていうようなね、初めてロボット掃除機を購入しようと思っている方にもおすすめできる機種だと思うので、今日ね詳しくレビューをしてみようかなと思ってます。そんなわけで今日はこちらのアンカーのロボット掃除機ユーフィーロボバッグ 11S を紹介します。こちらは先ほども言った通りアンカーのものなんですけども、アンカーさんはモバイルバッテリーとかサウンドコアっていうイヤホンなんかが人気ですが、こういった家電もね発売してるんですよね。で、アンカーのロボット掃除機は今現在10機種ぐらい発売されてるんですけども、中でもねこの 11S というのは2018年の8月に発売なので、比較的ね古い機種にもかかわらず、それでもね今のロボット掃除機のランキングとかに上位に上がってくるような大人気機種です。例えば価格コムだとこのようにね人気売れ筋ランキングでもね2位に位置してますね。で、トップ10を見てみても他社だと5万円以上の機種がね当たり前なんですけど、ルンバなんてね14万を超えてたりするんですけども、ロボット掃除機に限らずね、こういう高価な家電っていうのはもちろんそれなりに性能がいい点もありますけど、名前を聞いてすぐわかる製品っていうのはそれだけ広告費も多く使ってるから有名なわけで、広告でねよく目にしたり聞いたりするっていうので信頼できて性能も良さそうに見えるから高くても買ってしまうという構造なんですよね。なのでお金をかけてるから有名っていうのもやっぱりあるんじゃないかなと思っていて、あとダイソンとかもそうですよね。でも実はこういう風にそんなに広告を打っていなくて有名じゃない機種でもこのようにね安くて性能も高くて十分満足できる家電っていうのはね結構あるんですよね。そんなわけで僕は今回性能を見てこちらのアンカーの 11S を選びました。で、カラーはブラックとホワイトがあって、ブラックはね 18,800 円なんですけども、ホワイトはさらに1000円安い 17,800 円で購入できます。どちらも概要欄にリンクを貼っておきますので、興味ある方はチェックしてみてください。で、前置きが長くなりましたが本体のスペックについて紹介していきます。まずこのようにボディがとても薄いんですよね。 7.2 センチなのでソファー下などの狭いスペースにも入り込んでね綺麗に掃除してくれます。で、直径は 32.5 センチなのでルンバよりもね一回り小さいサイズですね。で、裏側はこんな感じになっていて、電源スイッチがここで、メインブラシがここで、サイドブラシがこれ。ブラシも取り外しやすい機構になっているのでメンテナンスも楽々です。あとね操作もとても簡単で、本体上部のこのボタンか、あとはリモコンでオートボタンを押せば掃除が完了するまで部屋の中を移動しながら掃除して回ってくれます。で、吸引力は1300パスカルと床掃除するにはねもう十分なスペックです。あとブースト IQ という自動で吸引力の強弱を調整する機能がついているので、バッテリーを余計に使うことなく、無駄に大きな音を立てることもなく掃除してくれます。ちなみにリモコンのこのボタンを押せばスタンダードとマックスを固定することもできるので、強力な吸引力のまま掃除してもらうこともできます。あとこれ今まで使っていたロボット掃除機と比べて驚いたのが静音性ですね。めちゃめちゃ静かです。ロボット掃除機ってだいたい平均80デシベルぐらいが多いんですけども、このユーフィー 11S は約60デシベルというね静かな動作音なんですよね。なので前使っていた機種だと稼働させながらだと音楽とかテレビとか流していてもね聞き取れないぐらいだったんですけども、これはねとても静かなのでテレビとか音楽も聞きながら掃除ができます。あと障害物への対応というところでは2センチくらいのマットなら乗ってくれますし、もちろんね衝突防止機能、落下防止機能とかもついているので、家具をねなぎ倒して進んでしまったりとか、玄関の段差を踏み外して落下したりとかね、そういうのもしません。あと掃除が終われば充電ドックの方に自分で帰還していってくれます。もちろんリモコンのホームボタンを押すことで帰還させることもできます。これねドックもこのようにとてもコンパクトなので充電中もね場所を取らないのがいいんですよね。こんな感じで床をね綺麗に掃除してくれます。ただね壁際は結構綺麗になるんですけども、隅っこだけねちょっとね角の部分ですね汚れが残ったりする時もあったので、ここだけがねちょっと惜しいところかなと思いました。で、ダストボックスは 600ml の大容量で取り外しも楽なのでゴミもね捨てやすいです。
あとスケジュール機能もちゃんとついてまして、毎日ね同じ時間になってしまうんですけども、タイマー設定することができます。はい、これだけ基本的な機能がしっかりついたロボット掃除機が 18,800 円で買えてしまうんですよね。さっき言った通り高性能機種は、それ相応に多機能だったりもするんですけども、こういったね毎日の床掃除をオートメーション化するっていうところで言えば、この 11S でも十分にね機能が備わっているんじゃないかなと思います。ロボット掃除機をまだ扱っていない方のエントリーモデルとしてはかなりねおすすめできる機種なんじゃないかなと思います。はい、そんなわけで今日はコスパ最強のアンカーのロボット掃除機 Eufy ロボバッグ 11S を紹介しました。概要欄にリンクも貼っておきますので、これからねロボット掃除機を使ってみたいなっていう方いらっしゃいましたらチェックしてみてください。こんな感じでこのチャンネルでは僕がこういう風に購入した家電なんかも紹介してきますので、よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。定期的にね買ってよかったものの紹介っていうのはやってはいるんですけど、こういった感じでイレギュラーでね紹介っていうのもしていこうかなと思ってます。はい、もしこの動画が良かったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。